この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、かっこいいイラストですよね。イラストレーター名、オーケさん。キャラクター名、イルック、原神というゲームの二次創作です。コメント。ゲームで使われているようなかっこいいイラストが描きたくて、構図や流れを意識してエフェクトも頑張って描きました。絵を描き始めて半年ほどですが、最近自分が抱える絵の悩みの正体が分からず行き詰まった感じがしております。絵を描き始めたきっかけだった斉藤直樹先生のアドバイスがいただければ、自分では気づいていない発見があり、糸口を見出せるのではないかと思い、添削に応募させていただきました。添削してほしいポイントはニュアンスで申し訳ないのですが、自分のイラストがプロっぽくないように感じる点と、エフェクトがいい感じに描けない点です。感覚的には良くないことは分かっていても、何がダメなのか自分では言語化できず、発見できていない状態なので、先生のお気づきのところがあればバシバシ言っていただきたいです。よろしくお願いします。とのことです。いや、ですね、オーケさんには色々反省点はあるようですが、絵を描き始めて半年ということなんですけど、すごくね、迫力があってかっこいい絵を描こうっていう気概に溢れている絵だと思います。それと、かなり難しいことにチャレンジしているんですけど、それを気合でここまで持ってこれたのは、おそらくね、オーケさんの熱い思いの表れだと思います。いやー、本当にね、いい絵です。で、今回の添削のポイントなんですが、オーケさんがおっしゃるように、急いでね、プロっぽく、プロレベルになる必要はもちろんないですけど、こういう絵をまとめるためのポイントがあるんです。それが、視線を誘導することです。視線誘導ってね、一言で言うと、そうなんですけど、でも視線誘導ってね、言われただけで理解できたら苦労はないですよね。もうちょっとわかりやすく言うとですね、見せたい部分とその他の部分の優先度を決めて、コントラストを変えていくことです。これでもね、まだちょっと難しいと思います。でもきっと添削を見ていったら、そういうことなのかと理解できるはずだと思います。この動画を見ていただければ、おそらくね、多くの方が抱えている絵がまとまらない、書き込んでいるのになぜか完成度が上がらない、そういうお悩みを解決して、視線誘導テクニックの一端を自分のものにしていただけると思います。それではやっていきましょう。まずですね、何をやっていくかなんですけど、色を塗るときはまずはじめに画面の中で優先度をつけてほしいんです。例えば今回僕がつけた優先度はこちらです。はい、これですね。この顔を含めた腕のこの部分の優先度が1。そしてね、次がこの元素爆発で出した火の鳥の首のところがね、2です。そしてその他の部分、印がついていない部分はむしろそこまで視線を止めてほしくないポイントとして定めました。そしたらこの計画に沿って視線誘導、つまり明るさのコントラストを変えていくわけです。まずですね、優先度1の顔周りの調整をしていきます。はい、顔周りをね、少し逆光にしつつ、周りの炎を明るくして、コントラストを上げました。でね、炎の明るさを際立たせるために、若干ね、後ろの背景も暗くしてあります。これだけでもね、結構見え方が変わったのがお分かりいただけると思います。で、次に見せたいのが、この鳥の顔の部分なんですが、今ね、若干下に来すぎてしまっているので、少し上に位置を持ち上げてあげます。はい、このぐらいのね、位置にあった方が、顔だなっていう風に気づいてもらえますよね。で、顔を持ち上げたことで、翼の形がね、この顔の位置に合わなくなってしまいましたので、この辺の形状を踏まえながら、コントラストも調整していってみます。ポイントなのは、あくまでね、
ディレックさんの顔周りか剣周りのコントラストが一番ついていて、2番目に火の鳥の顔、その他はそれよりも暗くするというポイントを押さえながら明るさを調整していくことです。やってみます。はい、羽の部分はですね、優先度が低い部分ですので、こんな風に暗めにね、調整しました。どうでしょう？調整前はですね、ここの火の色も、ここの火の色も、ここの火の色も、全部同じ明るさでしたので、全てが同時に目に飛び込んでくる状態でした。でも、こう変えることによって、目に飛び込んでくる順番が変わったのがわかりますか？まずは、顔周りのコントラストが一番ついている部分、そして次に明るいこの鳥の顔の部分、そしてその他という感じに目に入ってくる情報の順番が変化しましたよね。それとちょっとね、炎の形状がまだ整理できていない部分がありますので、若干まとまりに欠けています。見やすくなるように少しだけ形状を整理していきますね。はい、上の炎の形状をまとめて、で次はね、画面手前の炎ですね。やってみます。はい、こんな感じでしょうか。形状が整理されたので、前よりも少しだけ見やすくなった感じがわかると思います。そしたらですね、ここでさっきの優先度の図をもう一度思い出してください。これですね。第一に、ここを目立たせたいんですけど、今ですね、こんな風に、マントと腕のこの色が、明るさが同じなので、腕がマントに埋もれてしまっているんですよね。これをなんとかしたいので、こうしちゃいましょう。はい、腕周りのね、マントを若干画面奥に行かせて、炎の影響下に置きました。そうすることでほら、腕とマントが差別化されて、一気にね、浮き立ちましたよね。ね、ほら、見比べるとね、すごく違いがわかるでしょ。これが視線誘導ですよ。すごい威力でしょ。さあ、それではですね、このマントの形状も若干整えていきます。はい、こんな感じ。若干ぼやかして描いていますが、メインモチーフじゃないのでね、もうちょっとはっきり描きたいなっていう場合には、メインの書き込みが終わった後でバランスを見ながら、この部分は描いていくといいでしょう。そしたらね、次は剣の部分。ここですね。剣の部分なんですが、ちょっとですね、迷いどころなんですけど、今、エフェクトが完全に剣の上に乗っている状態なんですね。これだとちょっと、ここで急に視線の流れがぶった切られたような感じがしちゃうので、こうしちゃいます。はい、剣とね、背景のみのエフェクトにしてしまいました。こうすることでですね、剣とエフェクトにコントラスト差が生まれて、最初の計画通り、この塊に捉えることができますよね。前の形だとね、ここで一旦ね、ぶった切ってしまいましたが、こうすることで、この塊で捉えることができます。ちょっとここもですね、エフェクトの形状、若干整えますね。はい、こんな感じです。
それと剣の中身はあまりコントラストさが必要ありませんから、ここに関してもね、色をちょっと調整していきます。はい、いかがでしょうか。剣の周りのコントラストが調整されて、より一層優先度1のこの腕と剣の形状が浮き立ってきたのがわかると思います。はい、これでですね、メイドコントロールによる視線誘導は大体できたところなんですが、まだいまいち完成度が上がりきった感じがしない。オーケさんはまだそこが気になっているんじゃないかと思います。これはですね、単純です。顔周りとその他の部分の書き込み量が同じだからですね。これね、ちょっとここまできっぱり言い切るといろんな人に怒られてしまいそうな感じがするので、若干躊躇するところがあるんですが、あえて今回ははっきりと言い切ってしまいます。完成度を上げたかったら顔周りだけ書き込めば OK。 言っちゃいました。まあね、でも大丈夫。その証拠を見せましょう。まずはね、輪郭を調整していきます。次に目の周りも書き込んでいきます。はい、そしたらですね、次に髪の毛です。ここで一気に完成度が上がるポイントです。見てくれるとわかると思いますが、いかにね、顔周りの形の整理が完成度と直結するのかを分かっていただける部分だと思いますので、注目してください。まずはね、ここでもコントラスト差を意識して明るさに差をつけました。顔周りは明るく、そこから離れるごとにね、暗くです。そしてここから形を整えていきます。まずは前髪付近から。そして次に後頭部ですね。もう少しボリュームを持たせてあげた方がディルックさんらしさが出るかもしれないですね。この辺も踏まえてやっていってみましょう。はい。で、最後に後ろ髪です。ここも整えていきましょう。はい。いかがでしょう。顔と髪周りの形の整理をしてみましたが、これだけでも完成度がぐんと上がったのが分かったと思います。顔以外の部分の書き込みは全く上げていないにもかかわらず、別にね、そこまで気にならないでしょう。これがですね、完成度を上げたければ顔周りを書き込めといった理由です。視線操作と顔周りの書き込み。この2つさえできてしまえば、もうね、どんな絵だってまとめることができちゃうんですよ。これやばいでしょ。さあ、最後の仕上げとして、
もう少し密度感が欲しいなっていう場合には、この火をね、利用して、細かい火の粉を散らしてあげましょう。やってみます。はい、ポイントとしてはですね、全体に均等に飛ばすのではなくて、密度感を上げたい部分、つまり優先度が高い部分の周りに重点的に強調するようにエフェクトを飛ばすってことです。ね、いい感じに密度感が上がったのではないでしょうか。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、完成度が上がって見えるのではないでしょうか。はい、最初はね、こんな感じです。今回の添削でポイントになったのは、視線誘導でした。この視線誘導するためには、まずは優先したい形を想定してですね、この周りにコントラスト差をつけていく。そして、それ以外の部分はコントラスト差をあえて抑えていくことによって視線誘導していこうというポイントを解説しました。なのでね、最初はこんな風に顔周りの優先度を高めるために、ここにコントラスト差をつけて、で、あえてその他のコントラスト差は抑えていく。ここを暗く落とすことによって、顔周りの情報をパッと目に飛び込んできやすいようにしました。あとはね、優先度の高い腕が埋もれてしまっていたので、マントの色をこんな風に操作してですね、この腕と顔周りの形状を際立たせていきました。そしてここからはですね、顔周りの書き込みがいかに完成度を上げるためには大切かのね、話をしてきました。顔周り以外はですね、もう全然書き込んでいないのに、ほら、顔周りだけを書き込むだけで、こんな風にめちゃくちゃ完成度が上がって見えますよね。このようにですね、顔周りの書き込みは本当に完成度を上げるためにはすごく重要なポイントですので、押さえておいてください。今回の添削では、コントラスト差を利用した視線誘導テクニックを踏まえて添削をしてきました。僕は動画の中で結構しつこくね、視線誘導ってね、視線誘導という言葉を使っていると思います。だからね、言葉だけ聞くと、視線誘導もう知ってるよって思うかもしれませんが、こうやってより実践的な視線誘導テクニックを見ると、あ、そうやって使うのかってね、より一段深く視線誘導を体感できたのではないかと思います。この添削を踏まえてですね、こちらの動画、ネガティブシェイプを知らない？それ相当まずいですよ。これを見ていただければ、より深いところでカチッと自分の知識と技術が合体したような感覚が持てると思います。なので、興味がある方はぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。